ます出たーエビゲリ。帯同の中野哲司先生が三つ星グローバル浅草店の黒帯ワールドイベントで生エビゲリを披露。長野ジュリアさんも挑戦。大丈夫ですか？帯同の驚くべき動きと強烈な蹴りの秘密を解説してくれました。来年の世界大会に向けて黒帯ワールドでは帯同を盛り上げていきますよ。中野先生、はい、わざわざありがとうございます。今日こちらこそです。なんかお忙しいんですよ今日。そうですね、今日稽古してきて、また戻ったら稽古します。うわー、すごい。中野先生がこうお休みの日とか何やってるんですか？365日あったら一応元旦だけ休んでるんですよ。なので休みがないですね。すごい。で、長野ジュリアさんは、はい、中野先生とは前会ってますよね。一度お会いしました。はい、なんか習いましたよね。はい。エビ蹴り。エビ蹴りってエビ蹴り習いました。なぜそういう言い方を？エビ蹴り。もうエビちゃんですね。はい、エビちゃん習いました。エビ蹴り。あ、じゃああの後エビ蹴り練習して結構上手くなったらしいじゃないですか。やばい、こう合ってるから私の今頭の中にあるエビ蹴りと。多分エビ蹴りって思ってて、なんとか蹴りかもしれない。そうですね。別のが出るかも。別のかもしれないですね。でもジュリアさんだと何でもできるでしょうね。すぐ。できないですよ。めっちゃ。中野先生、最初にハードル上げない方がいい。何もできないいやです。無理でしょ、一回やったぐらいじゃって下げとかないと。上げてだとダメ。そうそう、上げちゃうとジュリーさんのプレッシャーがね。プレッシャーがすごいんです。でも世界チャンピオンです。いや、ほらー、こういうことめっちゃ言われるんですよ。プロレスもやってましたもんね。いやー、もう。なんかサメの映画も出てましたね。サメの映画。英雄伝かっこよかったです。すごい。二人で喋ってもらった方が意外に突っ込みますね。喋ってくる。ありがとうございます。中野先生、でも帯同も僕ね、今この若者を応援しよう週間月間ということで黒帯ワールドで帯同とか少林寺拳法の部活のね新刊を応援しようということで共同投稿にしていいですよっていうふうにしたら、帯同も各大学の部活がバンバンやってきてくれて、あれは僕も嬉しいですね。こうなんかこちらこそありがとうございます。お世話になりました。しかもなんか中野先生がご自身で教えてらっしゃる千葉大学、はい、めちゃめちゃ帯同部人数多くないですか？なんかまあちょこちょこ。いや、すごいでしょ。今年も何人ぐらい入ってるんですか？今17人ほど入っております。すごい。でも中野先生習えるってことは大きいんじゃないですか？まあそうですね。でもやっぱ学生からすると僕今47なので、47になったんだ。47のおじさんよりはこう若い学生になんか尊敬してついていってくれれば一番嬉しいですね。すごいですね。本当、彼も去年全日本で男子戦優勝してるんですけど、彼とかについていってくれれば。お名前は？嬉しいですね。大島と申します。大島さん。一度ご一緒させていただきました。その説はその説はありがとうございました。お前は本当に覚えているのか？まああの時マスクしてましたね。マスクしてたから。マスクそうだ。マスクしてたからしょうがない。危ない。しょうがないですよ。でもなんかエビ切り見れるんですよね。今軌道をずらしたのに戻しましたね。戻しましたね。エビ切りってあれだよ、あれ。あれですよね。頭の中にある。だからほら、エビみたいなやつだよ。エビみたいなやつですよね。じゃあまずね、私の思ってるエビを。素晴らしい。じゃあちょっと衣装の都合でこっち向いてこっちに蹴りますね。そう衣装の都合ね。はい。そうですね。じゃあ私の持ってるエビいきますね。こっからいけますよね。はい、いけます。立ったままいきますよね。いけます。いきます。はい。おー。大丈夫ですか？合ってます。さすがに合ってました？さすが。素晴らしい。今なんか苦笑してませんね。本当ですか？嬉しい。でも意外に良かった。本当ですか？やっぱ頭から腰までがしっかりしているので、なんか綺麗に打てますよね。なんか決めもピッて作れるので。優しいです。さすがね、大学生を教えてる。優しい。黒帯ワールドで初めて取材させていただいたのもだいぶ前だと思うんですけども、あれでね、帯同っていうのを黒帯ワールド紹介させていただいて、あの後に結構もう反響とかありました？本当に黒帯ワールドさんに取り上げていただいて、帯同やってる子は職場でも帯同って何って言われました。そうなんですか。本当にありがとう。いえいえ、
その他にもどんどんご自分でねご活躍されてどんどん態度が広がっていって、ただ皆さんもね当然動画は見たことあるかもしれないですけれども、生で態度って見たことないと思うんですよね。もし可能だったらちょっとお弟子さんいらっしゃるので、なんか簡単な技とかだけでもジュリアさんもね見てみたい見たいです。そうですね。じゃあ早速エビ切り見せていただいたので、はい、返しのエビ切りじゃあいいですか、こんな感じで。おー、すごい。はい。エビ切り、そうですね。エビ切りは終わったら、終わったら、今効果音がついてませんでした？今なんかボンっていう。態度としてはこの蹴った後にパンって戻れるのが一番特徴ですね。すごいんですよね。そうなんです。やっぱりこう死に体にならないのがポイントなので。ありがとうございます。俺これで受けましたからね。受けましたね。よかったもん。すごい。いや本当にね、僕とね高井柴さんよく知ってるんですけども、中野先生やっぱかなり小柄な方ですよね、男性と小柄ですし、技を見るとやっぱキレもすごいからね、スピードはあるねと。でもやっぱりこのドンってこの重さ、だから重さイコール体のでかさとか体重みたいなのが脳の思い込みがありますから、でも実際にこうキックミットを持ってね蹴ってもらったらどうでした、高さん？態度を僕知ってて、やっぱ動いてアクロバティックでパーってやるじゃない。で、いや実際どうなのかなっていうのやっぱりで西さんにお願いして、実はちょっと失礼かもしれないけどちょっとやらせてってでミット持ってで、最初一番最初回し蹴りだったんです、普通に。あれね、僕黒ビワールドでいろんな先生の蹴りとか体験してるけど、いまだになんですよ。もう一番上のショック、痛いのは宮出先生だったけど衝撃はもうね、中野先生のまず一番最初に食らった回し蹴り、あれがね、僕いまだに覚えてる。ありがとうございます。あまりにすごすぎて。そうですね、僕中野先生の、いわゆる華麗な技、そっちの方にどうしてもこう興味がいくじゃないですか。で普通の回し蹴りを蹴ってもらったんですよ。普通の回し蹴りっていうと大体こんなもんかなと思ったら、僕も受けたらもうすごいんですよね。ちょっと中野ジュリちゃんの顔を蹴ってみる蹴り返されちゃう世界チャンピオンです。いやいや、悪いわ。悪いよ。中野先生結構生徒さんにこういういじりされるんですか？結構します。稽古帰る時は。稽古帰る時。どうですこの出稽古？行きたいです。本当？はい。本当すごい。宮原かのんちゃんも中野先生の技習いたいってずっと言ってて。そうなんですありがたい。一番かっこいいって言ってました。おお。やった。優しい目でお願いします。わかりました。すごいですね。でもやっぱ中野先生このいわゆるその現代復帰でしたね。そうなんです。よく覚えてくださってて。現代復帰。テロップ入れてますから。ありがとうございます。現代復帰です。はい、技から戻る復帰ですね。態度もちょっと誤解されやすい武道じゃないですか。ちょっとアクロバティックなとこがあるから、こんなのは見せかけだけだとかね、聞かないとかいうのがありますけれども、そういうののストレスみたいなのはだいぶ今もう減ってきてるんですか、その世の中からのあれは。そうですね。やっぱでも態度そのものがやっぱりこう大きな動きなので、我々態度する人たちもそこは間違えないようにしないといけないってありますよね。やっぱりこう大きな動きはやっぱりなんか大きく振ってからちっちゃくまとめようとするとアクロバットになってしまうので、ちっちゃい動きの延長を大きくしていくっていうのがそういう大事なんです。どうです今ジュリアさん、大きい動きを小さくするんじゃなくて、ちっちゃい動きを大きく、何も分かってないだろう。やばい。今なんか中野先生はね、はい、実はすごいこう多分、はい、語彙力がものすごくあるから、編集してても、はい、何を言ってんだろうみたいな、ある意味そういや四字熟語的なね、ネットで調べると出てこないみたいなこといっぱい使われるんですね。まずこう距離を長径です。眼神注視、眼鏡抜歯です。微露集中。めちゃめちゃ本とかも読んでらっしゃるんじゃないですか。そうです。好きな方だとは思いまですよね。頭がいいな。頭いいんですよ。羨ましいです。頭が良くないので他からもらう。なるほど。
どっちなんだよ適当に相槌打ってんじゃねえよまあでも多分空手でもそうだと思うんですけど、こうあった時にこう広げてこうやってやるとどんなに速くやってもここがあるので、そうなんですよ。なのでこの速く動きたい時こそこのちっちゃくこう動くので、そのままこう前に打つんですね。例えばこの気圧でまあこう蹴る速いんですけど、これがこうやって蹴るとどんなに速くてもゆっくりから膝先だけ速いみたいになってしまうので、この揮発ってタイトルでやるんですけど、そこの速さはまあ多分他の競技もそうだと思うんですけど、そこをこう徹底してやるのは帯同ではすごい大事ですね。帯同同士の組手だと相手は帯同の技って分かってるので、やっぱりなんていうんですか、奇襲にならないんですよね。なのでその上ですごい速くしなきゃいけないので、まあ、彼とかすごいそれが上手なんですよ。そうなんですね。なるほどね。分かった？すっごいわかりました。なるほど。わかりましたよ。じゃあもう一回やってみて。まあここをキュッとやってポンってやった方がいいですよね。キュッてパーンです。キュッてやってパーンです。キュッパーです。はい。中野先生ちょっと話題変わりますけど、どうですこの T シャツ？かっこいいです。欲しいです。買いたいです。これ今日は販売してますけど、黒帯ワールドって、はい初めてなんですね。このグッズ作ったのって黒帯という映画から20年、黒帯ワールドが始まって10年、そして次のステージはリアル黒帯ワールド。いい声。黒帯ワールドに触れるって思ってたら、こちらの三つ星グローバル、木村社長、こちらにいらっしゃるね木村社長が拍手がまあ、突然現れて一緒にやりましょうと、まあ、突然と言っても上で酔っ払ってる中先生が紹介してくれたんですなんか気が合うと思いますよみたいな感じでね、木村社長ね、ありがとうございます。それからのご縁で出会ってまだ半年ぐらいですかね。あれよとこんな感じにさせていただいてます。ありがとうございます。じゃあグッズ作りましょうとかおっしゃってくださって。そうなんですよ。グッズがないってことでびっくりしちゃいました。そうなんですよ。でこれが初めてのグッズで、あとこちらの黒帯ワールド、黒帯ワールド黒帯です。黒帯ある黒黒帯ワールド黒帯。ちなみに黒帯あると白帯あるんですか？ないです。なんかちょっとくくってる紐もちょっとこうおしゃれですか？これはもうごめんなさい、そこら辺にあった雰囲気が出るんで。雰囲気出てます。はい、ありがとうございます。しめ縄みたいな。でも僕も本当にかなり気に入ってて、これ本当にいいなと思ってですね。この黒帯の後ろになんかじんわりオスって書いてあるのがまたいいですね。すごい、それがいいですね。はい。ジュリアさんもなんか登場シーンなんか言ってますよね、なんか醤油とかなんか。あ、塩醤油オスですね。見てくれてる。めっちゃ見てる。まだ使ってる。使ってます。まだ使ってるとか言わないでください。ほら買えるじゃないですか。今日やったんですか？今日やってないです。やばい。じゃあそれもやってみます。ジュリアさんのコーナーはここが最後なので、あ確かにそう最後にじゃあ中野先生のね今身体操作のお話を聞いた後で、ジュリアさんのちょっと空手のね、はい動きを、はい。ね、はい。わかりました。かなり稽古してますから。やめてくださいね。チャンピオンです。一人してすごい。後で写真撮影タイムはね設けますので、ちょっとジュリアさんの、はい大丈夫ですか、大丈夫です。この空間で。ちょっと寝違いました。寝てたの？いいですか、じゃあ。じゃあ何笑ってるの？今ちょっとジュリアさんがちょっと途中で笑ったような感じになったんで、はい、いやすごい良かった。どうでした中野先生？やっぱキレがすごくて力強くて、最近やっぱなんかに当てる練習も結構されてるような感じなんですか？そうですね、ちょっと、まあ、空手とは違う軸足を返す蹴りのやり方とか。ジュリアさん今空手家の先生がいっぱい見てますかうわ、ら、怖い、やだー。オッケー。オッケーですか？重みがなんかあったという。いやいや上手ですよね。ありがとうございじゃあます。次はニーパイプをフルで嘘です。ただ僕ね、本当に彼女は15歳の時に僕の映画の、オーディションに来てくれて、
合格させてね出演してもらったんですけど、最初に送ってもらった動画のニーパイポが2パイプでしたか。ニーパイポなんですよ。衝撃で、うわすごいと思ったんですよね。嬉しい。ただすごいけど空手家武道家の目で見て本当にすごいかどうかわかんないじゃないですか。だから中達也先生に見せて、この子どうですかね、僕はすごいと思うけど空手家として見てどうですかって言ったら、あこの子すごいですよって、嬉しい。ちゃんと体使えてますって言って、中先生の墨付き中先生のお墨、中達也のお墨付きで世に出て、好きなんてもうすごいよね。塩とか醤油とか墨とか潰してね多分明日からインスタのプロフィール中達也のお墨付き言えない世界チャンピオン、いやいや本当すごいね。ここで帯同ニュース。来年2027年世界大会開催。そして現在子どもの生徒さんを絶賛募集中。8月の全国大会後にイベント企画中。そして8月24日には成田空港でも演舞あり。はい、千葉大学帯同部入部募集しておりますので、ぜひお待ちしております。さあ今年も帯同に注目していきましょう。中野先生、お忙しい中ご来店ありがとうございました。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。